発掘実況で見つけた天然石のようなものや銀が取れるかもしれないパーツ、これらを一つずつパーツを分解したり、実際に銀なのかどうかできる限りわかるように確認したり、それからこの天然石の実際これが何であるかというのを鑑別に出す前に一旦ですね、綺麗にクリーニングをして、それからバラバラにするなんかして、このピースで一つずつ確認できるようにしてみようと思います。はい、どうも、ジャンク鉱山ラボです。今日はですね、こちらです。はい、今までジャンク鉱山ラボの発掘実況で、少しずつですね、貯めてきた、銀と思われるパーツだったり、それからちょっと珍しいね、こんな感じのパワーストーンみたいなやつをこのように貯めてまいりました。で今回はですね、こちら、一つ一つですね、じっくり見てみて、実際に天然石、こういったパワーストーンブレスレットみたいなものは、この石が何であるかがとても知りたいわけですよね。それを確認するために、クリーニングの方をしてみて、それからこの玉をね、一つ一つ分離して、確認、鑑別しやすい状態にしてみようと思います。それから、この銀と思われるパーツが入っているもの、こちらも銀と分離してですね、銀と思われるパーツが全部でどれくらい取れるのか、それと実際本当にね、銀の可能性がどれくらいあるのかっていうのを自分なりにできる方法でやってみようと思います。はい。では、始めます。はい。こんな感じなんですけれども、とりあえずですね、このパワーストーンみたいなやつからやっていこうと思います。で、基本的には、こんな感じでね、これ、糸を途中で見てる時に切れちゃって、こんなバラバラになっちゃったと思うんですけれども、こんな感じでね、一つ一つ玉の状態にしてみようと思います。で、なんでかっていうと、こちらね、過去の動画でも何回かですね、動画でつけようとして、バラバラになっちゃって、玉がどっか転がっていっちゃったよっていうことがあったんですね。で、なので、こういう中古品の、このブレスレットなんかの、この中にね、見えると思うんですけれども、こちらのオビロンゴムがどうしてもね、経年変化や古くなったりしてて、伸びてしまっていたり、切れやすくなってしまってるっていうことが、大変多いので、これはもう思い切って、切ってしまった方がいいかなと思うんですね。で、あともう一つ、実は切ってバラバラにすることには、大変メリットがありまして、このですね、実際のブレスレットのこの穴の部分ですね、この中が汚れてしまうと、ちょっとね、綺麗にするのが大変なんですよね。中に紐が通ってる状態なので、この中も洗浄したいとなったら、やっぱりね、切ってしまって、ピースにして、しっかり洗浄するということがいいんではないかということと、あともう一つですね、宝石の鑑別屋さんに出すときに、通常であれば、こういった、一つの製品になっているものを宝石鑑別出すんですけれども、今回はですね、ジャンク鉱山ラボのちょっと費用的な問題もあって、できるだけ安くやりたいということで、通常ですね、業者さんなんかが活用されているソーティングというね、宝石鑑別の書式はついてこないんですけれども、小さなソーティング袋に必要なことが記載されている、そういったね、簡易的なものを依頼してみようかなと
思っています。で、ソーティングの場合は基本的にセッティングから取り外した状態。例えばですね、これなんかも石枠に完全に止まってますね。こういうのだとどうしてもソッティングってわけにはいかないので、石から外す必要があります。こういったブレスレットも同じようにですね、玉を外してしまってピースで1個で見てもらうという、ちょっとね、イレギュラーなやり方なんですけれども、予算の都合と、それから、綺麗に洗いたいという事情、それから中のね、このモビロンゴムがもうどうせ変えた方がいいよという前提の中で、やっていけたらなと思っています。はい。では、じっくりね、やっていこうと思うんですが、まずはですね、この紐というか、中のね、これを切ってしまおうと思います。こんな感じで、もう思いっきりトレイの上で、パンと切ってしまって、こんな感じですね、バラバラに、していきます。これもね、私の方では Google レンズとかで見て、これはスーパーセブンっていう、結構珍しいやつなんじゃないかなという感じなんですけれども、その辺もですね、確認が必要になりますので、こんな感じでイヨンと全部ね、外していこうという感じです。はい、これ取れました。で、こちらもやっちゃいます。こんな感じでね、基本的にはゴムのことが多いので、バラバラと取っていくと。はい。これもね、なんかブラックトルマリンかなとかって言ってたんですけれども、やっぱりね、正確には鑑別が必要なんじゃないかなということです。Google レンズで撮影をすると EC サイトのね、いろんなお店が売ってるページが出てきたりするんですね。同じ似たような画像の写真が。なので、それを見る限りはかなりね、トルマリン、ブラックトルマリンとかブラックルチルクオーツって呼ばれる、中のね、繊維状の、結晶のようなものが確認できるものでした。では、どんどんね、次行ってみようと思います。こちらもなんか似てるんですよね。これがちっちゃくなっちゃったような感じです。で、これもね、結構固めになってるので、どうでしょうね。このままつけてると、バーンってまた切れちゃうかもしれないし、あとは、衛生上の問題で、綺麗にしたいよという時には、やっぱりね、この玉をバラバラにするしかなさそうです。はい、こんな感じで、トレイにですね、はい、入れていきます。こちらもね、透明の、結晶というか内包物のようなものが中にね、あればいいんですけれども、なんとなくね、ちょっと透明感ばっかりで、私の方ではちょっと観測することが何も、できなかったかなという、ちょっとクォーツなのかなという、わかんないですね。これが何だったっけかな。ごめんなさい、忘れちゃいました。これもなんかで、面白そうなやつだったんで、実際に、見てみたいなと思います。これもバラバラにしちゃいます。はい、どんどん外していくんですけれども、この結び目がね、中に入っちゃってるやつとかは、ちょっとね、力をかけてピュッて引かないと取れなかったりします。あと、これも何だったかな。これもなんか世界何大、珍しい石みたいな感じで出てたんですよね。なので、気になるところです。はい、こちらもバラバラにしちゃいます。はい。中がね、こう、束になっている繊維状のタイプと、それから束になってないね、
通の1本のやつがあるんですけど、この1本のやつの方はね、もうちょっと弱い感じなんで、余計ね、伸びちゃったりとか、外れちゃったりする原因になりそうです。はい。あとは、これもそうですね、何だったかな。ちょっとごめんなさい、忘れちゃいました。なので、この辺も、パツンと外していっちゃいます。結構ね、珍しいものとか、流通が、どうですかね、少なめのものは、そんなに見ないので、何かなと思ってみると面白いです。この辺なんかもね、なんか、どうですかね、トパーズっぽいなんか綺麗な青と透明感あります。でもね、これ中のゴムが色ついちゃってるんで、実際ね、外した時の印象も違うのかなとちょっと思ってるんですが、どうですかね。手袋青なんでちょっとわかりづらくてすいません。でも何かしらの天然石なのかなと、思っています。はい。あとはこちらもちょっと、なんかね、アベンチュリンっぽいなんか散りばめたものが見られます。はい。これもしっくり丁寧に外していきます。こんな感じで、気をつけないとまたどっか飛んでっちゃったりするので、まあね、掴んでね、外した方がいいと思います。はい、できました。あとはね、これちょっと長すぎるんで、これはちょっと一旦置いといて、でこちら、これもね、結構面白いやつなんですよね。ルチルが中に、はい。まあ、このキラキラも綺麗なんですけれども、こんな感じでね、かなり繊細な、ルチルっぽいのがいっぱい入ってるんですね。ただこれちょっとサイズ的な問題と、あと、この巻いてあるね、なんかよくわかんない状態になってるんで、これもちょっと一旦置いておく。それから、あとこちらですね。これちょっとワイヤーになっちゃってるんで、まあどうしようかなと思ってるんですけど、ただここはね、ちょっとね、気になる玉が端っこについています。これね、ラブラドライトかなと思うんですよね。この辺のちょっと綺麗な反射が、独特な反射見えますね。ただ、こんな感じでね、もうサビサビなんで、この状態ではちょっと使うことはできないですよね。なので、この辺も外していこうと思います。はい。でこんな感じでニッパーで、普通のワイヤーであれば簡単に切れるはず。切れない。このね、ちっちゃいプラニッパだと、切れませんでした。なので、ちょっと大きいのをね、用意します。はい、じゃあ、こちらね、ビクターって結構有名な、ペンチです。ここの部分がね、ニッパの刃みたいになってるんで、まあ、力もギュッとかけられるんで、こちらちょっと使ってみます。はい。ギュー、はい。綺麗に、バチンって切れました。こんな感じで、玉だけね、取ってきます。これがだからラブラドライトかなっていうやつですね。あとはね、なんか、トラメっぽいやつがなんかついてた。はい。ではね、こんな感じで、綺麗にほどけました。あとは、こちらもなんかよくわかんないですね。ただこれは結構ね、危険な、もうギリギリ、あとちょっとっていう感じで伸びきっちゃってますね。はい。色がついてるんですけれども、まあこれも私には何かははっきりとはわかりません。こんな感じでですね、あとこちらですね、これなんか、この色がね、独特で綺麗なので、
これ、ホタル石とか、なんかそんなような感じなのかなと思っていますので、これもね、知りたいところです。特に色のばらつきが結構見られるんですね。薄かったり濃かったりっていう。あと内包物も結構見られます。なので、こちらもバチンといってみましょう。はい。では、次は何か、あとこちらですね。これもね、微妙にうっすら色がついてて、どうだろうな。トパーズなのかなという、ちょっとわかんないやつなんですけど、この、石もちょっと知りたいなということで、バンと切っちゃいますね。バラバラに、切っちゃいます。はい、こんな感じで綺麗にほどけました。この気になるところは、ちょっと忘れちゃったな。これってシルバーだったっけ？こちらですね。ルーペでこんな感じでね、裏側に刻印あるんですけれども、今私の方で見たらこれ G って、シルバー G ってなってたので、ちょっと銀が取れないやつですね。このギュって引っ張ってこう引っ掛けるね、使い方を知らないと、取れないってなっちゃうやつなんですけれども、こんな感じで、ぐるっと回していただいて、スッポ抜ける感じです。多少ね、使い方を最初に知っておかないと後で困るやつなんで、覚えてた方がいいかもしれない。かなり古いやつだと思いますね。はい。で、あとは、こちらですね。こちら、ちょっと綺麗なんでね、もったいないかなと思うんですけれども、でも、こちらのすいません。こちらの薄緑色の石は、はい、こんな感じで、これもなんかいい感じのね、独特な色をしています。で、内包物もね、しっかり確認できるので、なんかの天然石だろうと思われるんですが、この辺の透明なやつもね、なんか暗く入ってたりします。はい。では、こちらもね、ちょっと、ほどいて見てみようと思います。はい。バラバラになってきました。ちょっとね、種類が多いんで、こんなになっちゃうとね、どれがどれだかをもう忘れちゃうかなと思う方はですね、動画なので幸いですね、見返して、どれとどれがね、単一のものが多かったんで、比較的わかりやすいかなと思ったんですけれども、はい、できました。で、こちらですね、こちらは、ループタイという、こういうね、紐でぐーっと首にかけとくやつなんですけれども、これもね、なんかでっかい指に対してこんな大きいし、一応なんかこのキラキラ感もある。ただ汚れが凄まじいんですよね。これ裏側がね、もうあんまりうっせないぐらい汚れてるんで、これも外して洗いたいなというところです。はい。じゃあ、こちらね、時計の裏蓋外しという工具です。確かね、メーカー社さんだったかな。ちょっと、このマークがね、日本のちゃんとした会社の古くからね、ある工具、ちゃんとした工具です。先端がね、かなり細くなってて、隙間にね、入れやすいんで私使ってるんですけれども、本来は時計の裏蓋を外すような専門工具です。だからちょっと使い方は間違ってるかもしれないですね。で、こんな感じで爪に引っ掛けて、軽くですね、ちょびっとですね、あんまやるとボキっていっちゃうんで、軽く、自己責任なんですけどね、こうやって外して、結構硬いとこありますね。取れるかな。ここら辺が、
まで。はい。持ち上がりましたね。軽く、あんまやると爪が、ちょっとね、もうつけられなくなっちゃう可能性もある。なので、慎重に。ちょっとね、もしかしたらもうつけられないかもしれないんですが、まあ、それでも、ちょっと石をね、救出して、見たい、調べたいということ。はい、こんな感じで。取れましたね。爪はちょっと再利用できるかどうかはわかりません。はい。で、石の方はね、こんな、結構ね、大きめの石が取れました。はい。これ、ノギスですね。キュッとやる。真鍮製の、ちょっとね、変わったノギスです。ざっくりね、この全長、こんな感じで見ると、まあ、大体なんですけれども、まあ、3センチ、30ミリ、まあ、3センチぐらいですね。あります。結構大きいかなと思います。はい。では、こちらも、置いておいて、こちらがね、ちょっと一気に洗えればと思っているんですが、あとまだこちらありましたね。この、じゃーん、このシルバーと、思われるですね、パーツがついたやつがあるので、こちらをね、見ていきたいと思います。でこれもね、なんか苔目のみたいなのついてるんですね。なので、まあ、これを外して、こんな感じで、ポロンとね、いく場合もあります。でこれがね、シルバー刻印があったのかな。はい。そうですね、シルバーの、ありましたね。ちょっとわかりづらいんですけど、まあ、この辺にね、シルバーの刻印があったので、まあいいかもしれないということで、これはこっちに置いておきます。で、次ですね。これがなんかちょっと結び目がよくわかんない。絡まっちゃってるのかなんかわかんないんですけども、かなりね、いい感じの黄色ですね。シトリンっぽいやつがついてるんですね。ちょっと色がね、違うの出てたりとか、あとはこの崩壊石みたいなのがついてたりとか。なので、これも気になってます。で、このパーツは、これは、はい、これシルバートップってなってるんですよね。なので、下には GSV ボトムってなってます。なので、これ言ってる通りであれば、上のこのパーツ、蓋みたいなところは銀なんじゃないかなというところなんで、これもね、取り外します。はい。紐の方をカットした方が、これね、紐みたいなやつなんですよね。古いやつだと思うんですよ。さっき見たワイヤーとかオビロンゴムとかじゃなくて、タコ糸みたいな紐が中に入ってるので、ちょっと古いやつなのかな。で、あとデザインもね、独特です。カットの感じも、なんとなくなんですけど、一つ一つ違う。それからここに、ノットっていう結び目が全部についててばらせないんですよね。今考えたらちょっとこれ大変ですね。紐は一つ一つ結び目がついていて、オールノットという形状になってます。なので、一つ切っても、石はね、抜けないようになってますね。ちょっと独特な作りで、2個目もこんな感じです。なので、ちょっとこの辺は時短作業というか、一気にね、ガーッとやっていっちゃおうと思います。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。早回しになっちゃうと。普通のハサミの方がいいかな。はい。全部に結び目がついていたので、取るのがすごい大変でした。では次行ってみましょう。次なんですけれども、こちら。これもね、なんかいい感じのね、飴色してるんですね。
なので、これもすごい気になる天然石っぽい。多分ね、シトリンとかかなというところです。これね、ちっちゃいんですけども、銀らしきパーツついてますので、これも外しちゃいます。はい、こんな感じで、ワイヤータイプのはね、こうやってスルスルって取れて、とっても楽ですね。はい、バラバラに綺麗になりました。はい、こっちのね、プレートの方も、多分シルバーなんじゃないかなというパーツがね、刻印もあったんで、ついてました。なので、こちらもね、回収します。はい。では、次行ってみましょう。次はこちら。これね、実はね、このさっきのこの、目のっぽいやつと、似てるんじゃないかなということで、ダブってしまうんで、こちらはね、こっちの方だけ見とこうかなと思ってます。これはシルバーの刻印がね、ここについています。はい。なので、銀が取れるパーツとしてこれも回収しようと思います。はい、こんな感じで簡単にね、取り外すことができました。はい。これも外すときにね、このぶら下がってるタイプなんで、使い方をね、知らないと取り外しできなくなっちゃうやつですね。ワイヤーの方も外していきます。はい。こんな感じで、取れそう。これも結び目が途中に中途半端にあるやつですね。これワイヤーじゃなかったですね。なんか、ゴムではないんだけど、透明のやつで。綺麗に取れました。サイズ的にもちょっとね、これブレスレットっぽい大きさです。はい、どんどんね、取れて、ザクザクの状態になってきました。では次、どんどんいきます。はい、こちらのね、なんかピカピカの石も気になるところです。これもね、なんか銀の刻印がついたやつがあったので、これも外していきます。はい、このピカピカのやつが何なのか、ちょっとわかんないんですけども、多分ね、これはヘマタイトっていうやつかなと思うんですけど、それもわからんということで、これもね、ここについてるんですよね。シルバー刻印の。ちっちゃいんですけどね。これも外します。はい、このようにして外してみました。はい、キラキラのなんかピカピカの玉がね、いっぱいついているんですけれども、こんな感じでね、ザクザク取れます。はい、次にこちら。これもね、結構綺麗です。こちらのね、目のっぽいやつに似てるんですけど、微妙に色が違います。ただ、ちょっとね、これもノットが全部ついちゃってるんですよね。なので、ちょっとこれも一旦保留にして次に行ってみます。あともう一つは、これはね、ここにシルバーの金具ついてるんですけれども、ちょっとすぐ取れないですね。お湯につけといて、中のね、接着を緩めてからスポット取る感じなんで、これも一旦保留。で、次行ってみますね。次、こちら、じゃーん。このキラキラの黄色い石ね。これは爪なんで簡単に、外せそうです。はい、こんな感じで軽くね、起こしてあげるだけでこれは簡単に取れました。
とこのキラキラ石ね、これのキラキラもなんかすごい気になるところなんで、まあ思い切って外しちゃおうかなと思います。ただこれあまりにも小さいので、回収することができなくなったら困ります。はい。じゃあ、はい、これ茶こしですね。茶こしの中で、まあ、これだけ別にね、管理しようと思います。なので、もしかしたらね、このちっちゃいやつもね、別にした方が良かったかもしれないけど、もう遅い感じですね。これもこんな感じで、ワイヤーがね、もう結構傷んでたみたいで、もうひん曲がってたので、まあ、これも外してみます。はい。で、まあ、すごいちょびっとなんですけれども、これもなんとなく銀可能性があると。はい。で、こちらも、バーッとね、外していきます。外すことができました。で、これもね、スターリングって確か書いてあったと思うんで、こちらも外しておきます。はい。なんとなくね、これで完成。もう一個あった。もう一個ありましたね。これもちょっとここが曲がっちゃってますんで、外してみようと思います。はい。はい。やっぱね、外してみるとわかるんですけど、中のワイヤーが黒くなっちゃってますね。はい。こんな感じで、色がね、もう変わっちゃってて、ちょっと部分的にね、もう、曲がった形がついちゃってるようなね、ワイヤーでした。はい。こんな感じでね、キラキラの石が、たくさん取れました。はい。では早速ですね、洗浄の方をしてみようと思います。はい。一旦これはこちらに行ってですね、はい。じゃーん。炊飯器ではありません。こちらね、シチズンの超音波洗浄機です。こちらでね、綺麗にしちゃおうかなと思ったんですけれども、下の底になんか引くやつがどっか行っちゃってますね。ちょっと探してみます。ありました。よかったです。じゃあ、こちらね、下に引いとくやつですね。この皿がないとね、玉を取り出すのが大変なので、こちらですね、入れます。はい。で、こちらですね、じゃじゃーんと入れちゃいます。はい、全部ね、こちら入れちゃいました。で、一気にね、洗っておこうと思います。ちょっとね、入れすぎかもしれないな。どうしようかな。まあいいや。ちょっと入れすぎかもしれない。はい、こちら。なんだっけな。超強力業務用洗剤です。これを軽くですね。キャップいっぱいですね。あんま入れすぎるとあれなんで、ちょっと今日は少なめにしておきます。これを入れて、あとお水の方ですね。はい。ではお水の方をね、ちゃんと入れていきます。あと、さっきの洗剤をちょびっと落として、はい、入れます。はい。洗剤の方ね、一応説明書というか、ケースにちょっと書いてあるんですけど、確かサンゴとかはやんないでくださいと書いてありました。サンゴ別行かな。やってましたね。はい、これ蓋をして、忘れてた。あとこれですね。この茶こしに入れた、こちらを入れて、スイッチを入れます。はい、じーって聞こえますでしょうか。じーって言ってます。はい。ではこれじーって言ってまだ、洗浄の方が進んでいるので、これをね、やってる間に、今このテーブルの上ね、分別の方をしていきましょう。この紐、糸くとかは、普通にこういうね、燃えるゴミみたいな
感じで処理できるものだと思います。それからこのゴムですね。ゴムも同じように、分けておきます。ただしですね、このワイヤーですね、金属の製品は燃えるゴミなんかでね、入れたらダメなので、今のうち分けておきます。はい。ちっちゃくて細くてすごい軽いんですけれども、この辺もね、ワイヤーは本当は鉄くずで処理をしたりできるはずなので、まあ、気の長い話にはなってしまうんですけど、ずっとね、貯めておくというのも、まあ、ありかもしれませんね。はい。まあ、すごく少量なので、鉄という意味では、まあ、キロ、本当に10円、何十円とかだと思うんですけれども、まあ、仕分けは必ずしておくということで。はい、この感じでね、金属製のワイヤーと細かなね、切れてしまったものなんかを分けておきます。はい、これです。切りしてきました。はい。今終わったんですけれども、ちょっと念のためもう一周ね、スイッチをリセットして、300秒ですね。1回最大でこれは300秒なんで、まあ、300秒待っているということです。はい、これで分別の方終わりました。はい、で、待ってる間にね、こちらですね。ちょっと見えないかな。こちらのシルバーの、パーツらしきものを、もうちょっとね、厳密に処理をしていきます。これすごいちっちゃくて分かりづらいんですけれども、ここですね、このワイヤーの部分と、それからこの輪っかの部分、この間のね、継ぎ目にカシメ玉ってこうギューってね、なんかやる止めておくパーツがついてるんですけど、多分ね、ここはね、銀じゃないと思うんですよね。なので、これも切り離します。はい。では、これね、集めて、重さの方ね、ざっくり見たいと。そっか。あとね、これですよね、この、パーツがおそらく下の部分はボトム GSV って書いてあるんで違うと思うんですよね。なのでまあ書いてある通りなんで外しておきます。これがちょっと外すの辛いかもしれない。はい、取れました。まだですね、この中にバネ状の何かパーツがついてて、おそらくね、見た感じ色が違うんで、このバネっぽいところもね、取らないとダメだと思います。はい、こんな感じでね、外側の部分を取り外すことができました。はい。で、実際に、このパーツが、まあ、銀なのかなということなんですけれども、はい、こちら、じゃーん、試金石ですね、こちら。この板の方に削って、少し反応を見てみます。こんな感じでね、ゴリゴリっと削ると、白っぽいね、銀色の線が綺麗に出ています。こちらを、ちょっとですね、スマホのマクロレンズで拡大してみてみましょう。はい、こんな感じでね、かなり綺麗な銀色なんで、多分ね、硬さの感じも柔らかい感じで、いい感じだったので、まあ、書いてある通りね、銀なのかなという印象です。はい。他のパーツも削ってみます。こちらですね。これちょっと特徴があります。これもマクロレンズで見てみます。じゃん。こんな感じでね、模様が綺麗に入ってます。これね、多分ね、タガネっていうちっちゃいね、掘る、工具で、こう模様をつけたんじゃないかなと、思われます。タガネを切った時のね、模様の跡が、ちょっと拡大するとギザギザってなってるんですよね。こんな感じで、縦にね、波打ったような跡があるんで、これもなんかタガネで切ったような感じです。はい。なので、まあそういうね、作業
されてるので、銀製品の可能性ね、パーツの部分もこんな風にシルバーってなってるんで、これも銀の可能性非常に高いかなと思っています。若干ね、この辺なんか緑出ちゃってるんですけれども、その辺もちょっと削ってね、見てみようと思います。はい。こんな感じで、試金石の方に削ってみます。はい、あと出ましたね。これも拡大してみます。じゃん。はい、さっきのね、銀色と、今回の銀色、見分けがつかないようなね、状態なんで、どちらもシルバーの可能性高いんじゃないかなと思います。削った感じも、本当にね、柔らかくて、いい感じだったので、既製品で、下地がね、なんか、硬い金属の場合は、試金石に当てた時にもうね、硬いなと思って、わかることが多いです。はい。ではね、大体この辺ね、銀なんじゃないかなということで、ざっくりね、重さだけ見ておきます。はい。そう言ってる間に、この超音波洗浄機の方がですね、合計で600秒、結構やったので、綺麗になったんじゃないかなと、思われます。はい。ではこちらね、今度すすぎが肝心です。業務用の洗剤って結構強いんで、ベタベタ感がね、残っちゃう場合あるんですね。はい、じゃーん。これね、ケロリン置きみたいなやつです。はい、こちらに、全部ね、入れまして、まず、水ですね。透明な、何も入ってない、洗剤入ってない水入れます。あれなんか汚れてる。ちょっと待って、もう一回。はい。では、お水の方ね、ジャーって入れていきます。はい、こんだけあればいいでしょうか。で、こちらの、まずはね、この黒いキラキラ石をこんな感じで軽く洗います。で、あとは、ちょっと取りづらいかな。重い。取れるかな。どうしよう。結構重いですね。石がもうびっちり詰まってるんで、重いです。こちらをドブンといっちゃいます。でこれで結構ね、すすぎの方をしっかりやって、で、1回じゃなくてね、何回か水を変えて、やっていきます。こんな感じですね。こちらもシャカシャカと洗っていって、こちらの石の方もね、すすいでいきます。結構まだ洗剤がね、残ってるっぽいんで、どうでしょうね、2回、3回とすすいだ方がいいと思います。はい、じゃーん。はい、恐れていたことが起きましたね。流し台ですすいでたら、このちっちゃいのがね、ざるからこぼれていっちゃうんですよね。で、新たにこれ追加して、拾い集めました。結構すすいだんでね、いい感じにね、なってるはずなんですけれど、今度あと乾かす作業が必要です。はい、じゃあ、こちらね、サーキュレーターっていうね、扇風機の超強いやつ版みたいなやつです。このサーキュレーターで思いっきりね、風を当てて、時短で乾かせればなと思っています。はい。こちら、めっちゃ強い風をね、送っているんで、今ね、多分ね、時短で乾かせるはずです。はい、これ待ってる間に、銀と丸パーツの重さをね、測っていこうと思います。じゃーん。こちらね、ちっちゃなね、デジタルスケールです。シーラをからのね、レインボーの空き箱を乗っけまして、ちょっとね、机がもういっぱいいっぱいかな。よいしょ。これちょっとサーキュレーターもうちょっとね、奥の方に行っていただきまして、
その間にですね、重さの方を測ります。はい。このね、there って書いてあるところが、0にね、調整するボタンなので、一旦0にしてから、こちらのね、スコップですね。これ、ちっちゃいスコップなんですけど、ちっちゃいパーツをね、拾い集めるのに便利です。はい、これをこんな感じで作ってあげて、はい、入れます。じゃーん。はい、今ね、21g ですね。本当にね、結構時間かけた割には、ちょびっとでした。21g。で、もしかしたらね、検査で、ちょっとね、ダメだよっていうパーツが出るかもしれないから、減っちゃうかもね。この忘れてましたね。このブローチの、この棒がね、外側が銀でもね、この辺違う場合が多いんですよね。なので、ちょっと重さが減っちゃう。20g とか、19とかになっちゃうかもしれない。はい、そんな感じです。金額で言うと、ざっくりなんですけど、200、銀の925の買い取りが、本日現在、ちょうど今、撮影してる時で、だいたいね、250円から260円ぐらいだと思うんですよね。相場の方が。1g だいたい260円ぐらいだった場合で、20g なので、およそ5200円。このね、ちょびっとで5000円っていうのが、結構高いのかなとは思うんですけれども、結構ね、時間かけた割には、この辺がやっとなのかなというところでした。はい、あとはね、これ乾くの待ってるんですけれども、ちょっとね、今の時間、撮影の時間でね、乾ききんないかもしんないんで、半強制的に、ちょっと私がね、これはと思っていたものを取ってね、見ようと思います。はい、ちょっと時短の方もね、間に合いそうもないので、もう直接ね、このように気になる石を拾って、で、軽くね、ちょっとこんな感じで拭き取りをして、一個ずつね、気になるのを見ていこうかなと思ってます。はい、こちら結構ね、いい感じだなと思ってる。シトリンなのかなと思う石なんですけれども、スマホのマクロレンズで見ていこうと思います。はい、じゃーん。こんな感じです。汚れがね、考えてみたらビフォーアフターがちょっとないので、なんとも言えないんですけど、でも、私の見た感じでは、この、内包物の観測がね、できるレベルで、綺麗になった方かなと、見えますね。はい。この光の、これ、ちょっと割れちゃったのかもしれないですね。はい、こちら。今ね、すごいちっちゃいんですけど、これがね、紐が通ってた穴の部分です。で、ここね、思いっきりこの、壁界って言うんですけど、この、水晶なのか何なのかわかんないんですけれども、この素材のね、壁界性というのがありまして、そこからパキッと取れちゃったのかなという壁界割れみたいなのがなっちゃった感じですね。ちょっとこれは超音波洗浄機のせいなのか、それともね、元からかけてたのか、ちょっと今ではもうわからないんですけれども、こういうことも起きうるよという、リスクの一つですね。古いものを取り外して洗浄するときに、傷んでしまう可能性もゼロではないという、一つの、ちょっとね、今割れたのかどうかはわかんないんですけれども、ありそうな話です。ただね、これ穴見てもらうとわかるんですけど、やっぱりね、
そこそこ綺麗になってるかなという印象です。はい。やっぱばらさないと、この辺がね、仕口の部分が綺麗にならないはずなので、ちょっとね、やっぱり掃除していいかなと。というところですが、ちょっと自己満足なのがあるんですけれども、じゃあ次の石行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあこの変なね、紫色行ってみましょう。これも結構気になるところです。マーブル系のね、石なんですけれども、これも拡大して見ていきましょう。じゃーん。これね、結構いい感じになってます。この独特な紫色のね、中に、なんかね、練ったような、ちょっとね、人工的なものなのかなと微妙に思ってしまうんですけれども、天然石の何かしらの、ものなんでしょうか。こちらもね、ちょっと気になるところです。はい。こんな感じで、綺麗になったのかなというところです。はい。では次、何行こうかな。じゃあこの大きいの行ってみましょうか。一番ね、でかいよって言ってた黒っぽい石ですね。透明感あるんですけれども、黒みがかったような色がついてる。これもちょっとね、半強制的に水気を取って見てみます。これ大きいからね、あんまりマクロレンズとか、どうだろうな。ちょっと見てみましょう。はい、じゃあ、でかいからね、全体がちょっと見づらいけど、こんなすごい透明感あるんで、内包物の観測はちょっと無理っぽいですね。こんだけ見てて。本当に透明です。若干黒みがかっているのは、スモーキークォーツ。煙水晶なのかなというところなんですが、天然由来のね、こういう内包物が、見られない。ということはちょっとね、まだわからない状態です。でも石はね、でっかくてこんな、ちょっと正面の感じでわかんないんですけれども、こんなキラキラのやつですね。はい。では、次行ってみましょう。次はね、この気になった色のついたやつね。これです。これもなんか気になってたので、見てみたいと思います。こっちはね、内包物が多かったので、この、私はわかんないけれども、ホタル石っぽいやつね、見ていきましょう。じゃーん。はい、これも結構綺麗です。こんな感じで、青みがかったね、うっすら青いこの感じ。これは何なのか。どうだろうな。やっぱりわかんないです。はい。では、次行ってみますね。次はこちら。お花の模様みたいにね、ちょっとレリーフがあるやつです。これも見ていきましょう。これね、白っぽくなってますね。はい、こんな感じです。結構ね、汚れ落ちたんじゃないかなと思います。レリーフの溝のところが汚れてたと思うんですけれども、こんな感じでね、いい味が出てます。白っぽい透明感はないんですけれども、なんか石なのかなという、作りです。はい。では次行ってみましょう。次ね、やっぱ気になるのはこの辺かな。このやっぱりピカピカなやつね。なんかよくわかんないピカピカのやつも見ていきます。ピカピカのやつね、こうやって見ると、すごい薄いんですね。薄っぺらい石だったんです。くっついてた時はね、そんな気にならなかったんですけど、こんな感じのね、やっぱりね、穴の部分は、綺麗なのかな。黒いから分かりづらいっちゃ分かりづらい。この薄っぺらいのがいっぱいついてたんだなという、ピカピカの状態の石です。ヘマタイトなのかなというところなんですが、やっぱり、鑑別を取らないと何とも言えないやつですね。
はい。では続いていってみましょう。次はですね、これもね、リリーフあってなんか良さそうです。じゃーん。これも軽く拭いてから見てみます。はい。じゃじゃーん。ちょっと飴色なんですよね。なので、気になるところなんですが、こうやって拡大してね、ちょっとは綺麗になったんじゃないかなという状態で、なおかつね、この内包物ね、観測することができます。これもね、シトリンなのかなとは思っています。はい、では次行ってみましょう。次はどれにしようかな。この紫色行ってみましょう。紫色の石も見てみます。じゃん。はい、これ、真ん中の、このゴムが寄ってたところね、綺麗になったんじゃないかなと思います。あと、こういう感じで、内包物ね、見られるので、色の感じからすると、どうやらアメジストっぽいです。何が出るかな。この辺はもう全部見たかな。モスアゲート見てないですね。このモスアゲートっぽいやつ。これも見てみます。じゃん。これはね、特徴がもう思いっきりあります。こんな感じで、中にね、苔みたいなのが見られます。これは多分ね、モスアゲートなんじゃないかなと思っています。で、表面でピカピカになってます。綺麗に洗えたってことですね。はい。ではそろそろと思ったんですが、まだね、ここに綺麗な青い玉がありましたので、これも見ていきます。はい、じゃーん。こちら。どうですかね。透き通るようなこの青い色。確かね、ゴムが青かったんで、見た感じの印象変わるかなと思ったんですけど、そんな変わりませんでした。若干やっぱね、この黒くなってるのは、どうだろう、汚れなのか、それとも内包物のね、特徴なのか、なんか内包物っぽいですね、こうやって見ると。黒い、なんかが、見えますね。これも気になる石でした。はい、ではそろそろ違うの行ってみましょうか。これ一旦ちょっと脇に寄せます。はい。ではこの辺のね、玉。やっぱね、これが一番気になるな。この、トルマリンクォーツなのか何なのか。はい。これ見ていきましょう。じゃじゃーん。はい。かなりね、綺麗になって、表面のツヤみたいなのが出てます。ギューンと拡大すると、はい。こんな感じでね、なんかひじきとか、なんか、海苔っぽいのが見られるんですけれども、このね、針状の結晶が、なんか見ると、どうなんでしょうかね、ブラック、ルチルクォーツとかって言われてるものなのか、トルマリン系のなんかなのか、ということです。はい、ではね、どんどん行ってみましょう。あとは、これですね。こちら。この、気になるところは、この、なんかこれもね、いろいろ詰まってそうです。はい、では、洗った、きれいになった成果を見てみましょう。じゃあね、これ結構綺麗ですね。これもなんかいろいろ散りばめられてる、アベンチューっぽいね。なんかが見られます。少しね、ちょっとこのフローライトみたいな青い緑色、あと赤紫、いろんな色が見える場所もあります。はい、果たしてこれも何なのか。では、次行ってみましょう。次は、この赤いのも見てないっぽい。
なのでこれいってみましょう。はい、じゃあ、これはね、全然わかんないです。ただ、このね、穴の部分ですね。ちょっとね、まだ白っぽいのがなんか残ってるんですけれど、でもなんかナイフの方が、まあ綺麗になったのかなと思います。はい。艶があって、まあ模様があるんで、何かしらの面積だと思うんですが、これもちょっとわかんない。中にはね、こういう模様がいます。はい。そんな赤い石でした。次行ってみましょう。次。これもね、気になってたんですね。この謎の、ちょっと取れないんですけども、この緑のね、変な石です。じゃじゃん。この緑色の独特な作りをしています。はい。緑色のね、グリーンがね、なんかターコイズの仲間なのかな。ちょっとチベットっぽいのかなっていう感じなんですね。はい、そんな感じの緑色の石でした。では、次行ってみましょう。次。あとどれだっけな、見てないの。この辺は見ましたよね。このね、透明なのは、多分より綺麗になって透明になったんで、余計、まあわかんない気がするんですが、一応見てみましょう。じゃん。はい、透明がより、まあ綺麗になった状態です。やっぱりね、内包物が見られるとか、そういうのなさそうですね。わかんないです。でもこの穴の部分とかね、まあ、こうやって拡大してみる限りは極端なね、汚れなんかも、まあ、取れたのかなと思います。はい。では次行ってみましょう。あとどれだろうな、見てない。あとこのちっちゃいキラキラ石。これ見てないですよね。これもね、カットがね、微妙にみんな違うんで、いいと思ってました。で、このキラキラ感ね、結構ね、こうやって見ると、もう全部キラキラなんですよ。なので、これも気になるところです。じゃじゃん。はい、こうやって見ると、ちょっと水晶の位置にもらって、こんな感じでね、ちっちゃくてサイズもバラバラなのかな。でもカットのキラキラ感は、こんな風に見えます。ただね、これまだ、ちょっと、もうちょっと洗浄した方がいいかなっていう若干ね、くすんだようなところはありますね。はい。そんな感じの黒い石でした。はい。では、あとはどれだろうな。ちょっと見てないのが、何なのか。あれ全部種類見たかな。どうだろう。わかんない。でもこれね、ラブラドーライトみたいなね、なんか、反応というか光の反射の加減で、微妙なね、反応がちょっとね、ここに見られます。この辺が気になったので、これも見てみましょう。はい、こんな感じです。パッと見なんか特に、気になるところはと思うと、こうやってね、光の加減で微妙にピカリンと、なんか独特な、ムーンストーンじゃなくて、ラブラドライトなのかな、なんかそんな感じのこの反応がね、ところどころちらっと見えます。これですね。これがまあ気になったということで、まあこれ見たいなと思ってました。かなり強く拡大すると、もう微妙なね、青か緑色の反射の光がね、見えますね。これは何なのか気になるところです。はい。ではもう次行ってみましょう。次ね、もう全部見たかな。これで全部っぽい。もう、大体見たかなというところです。はい。これはまあ、アゲートっぽいやつだし。
どうですかね。これで全部かな。あと、なんかあったかな。まあ、トラメがありましたね。トラメ、タイガーアイみたいなのがあります。はい。ちょっとね、さっきのラブラドライトと一緒に写っちゃってるんですけれども、まあ、これ、タイガーアイっぽいですよね。この独特な線状のね、この模様がはっきり写ってます。やっぱり綺麗に洗ったからかな、繊維のこの見え方が良くなってる気がします。はい。そんな感じで、まあこれで全部かなというところです。はい、こんな感じでキラキラのザックザクになりました。はい。で、この中でですね、まあ私がこれは気になるなと思ったものを、こうピースでちょっとね、まあソーティングなり、鑑別なり取ってみて、まあ結果わかれば、まあいいかなと思っています。はい。今日の、発掘実況とまた違いますけどね、まあ一つずつじっくりね、洗浄して、そして、まあ、鑑別に向けた準備を、まあ、したような感じでした。あとね、まあ、銀が取れたっぽいというお話。これも、まあ、実際に、まあ、売ってみていくらになるのかで、まあ、だいたい5000円ぐらいを目標としてるんですけれども、極端にね、全然違うのがあったよっていう時は、まあ、何かしらの方法で投稿欄かなんかにご報告しようと思ってます。はい、これもね、結構綺麗でした。はい、そんな感じでですね、今後もですね、こんな感じの動画を作っていこうと思っています。もしよかったと思った方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。